お、レコちゃん挟まった。抜けましたね。はいどうも、ビバです。今日の動画は我が家のベタ、レコちゃん。今までメスだと思ってたんですけど、先日オス疑惑が発覚して大変衝撃を受けたんですけど、このレコちゃんにあるグッズを作りたいと思います。皆さんベタに関するアクアリウム用品、何が思い浮かぶでしょうか？多分ベタといえばおやすみリーフ。ベタは眠る時に水草とかにちょこんと乗っかったり、ヒレをそっと添えて眠るんですけど、この習性をよく捉えた商品がベタのおやすみリーフ。水草の形を模した葉っぱが2枚ついた商品なんですけど、今回はこれを自作してみたいと思います。もちろんプラスチックな葉っぱで作るんではなくて、生の植物を使って作ります。生おやすみリーフ。お、レコちゃん挟まった。抜けましたね。ちゃんと挟まらないような隙間にしてるんですけど、ベタはね、ヒーターの隙間とか挟まるから皆さん注意しましょうね。じゃあ早速作っていきましょう。今回使う商品はライフマルチ。これはチャームさんでしか売ってないのかもしれないんですけど、リーフコーポレーションの丸いリングロ材。リングロ材ですね。結構ね、大きいんですけど、こんな感じのゴロゴロしたリングロ材です。ライフマルチはね、ビッグなリングは用途様々多機能ロ材。ミネラルを溶出するリングロ材としてだけでなく、モスを巻いてのエビシェルター、水草のポットなど、使用方法はまさにマルチ。今回この水草のポットとしてライフマルチを使います。ちなみにもうちょっと読んでいくと、ミネラル成分豊富な天然由来の海洋性粘土と有機物質を完全に除去した安全性の高いホタテパウダーが入った高機能性ロ材ライフ。カルシウムなどのミネラルを溶出し、エビなどの甲殻類など絶大な効果を発揮します。くるみの殻を混ぜ込み、非常に多孔質な構造はバクテリアにとっても最適な環境を提供。さらに表面だけでなく内部にも細かな凹凸を施し、表面積拡充を実現しています。リングロ材としてだけでなく、モスを巻いてエビのシェルターにしたり、水草のポットにしたりと用途は様々です。とのことですね。ミネラル溶出の期間は約6ヶ月となっております。これ買ったの2年ぐらい前だからな。でも使ってないんですよね。この汚れてるの1個だけ使ったんですけど、他はね、未使用ですね。多分ミネラルは溶出するはず。今回はミネラル別に求めてないんですけど、内容量 500ml16 個入り。商品 URL は動画概要欄に載せておきます。まだ売ってたら載せておきます。それとウールマット。これは先ほどのライフマルチを水草ポットにするために、このウールマットに水草を巻いてリングロ材の穴に差し込むと。ウールマットは本当によく使うので、多めに持っといて損はないですね。みんな大好きウールマット。外部フィルターとか外掛けフィルターに使っても大活躍です。そして今回の主役がこのヤマサキカズラ。これがおやすみリーフに変身します。ヤマサキカズラはテラリウムとかに使う方が多いと思います。テラリウムということはもちろん水上、水の中ではなくて水上の植物になるんですけど、実は水の中に沈めて水中用としても使うことができます。水中用にするとこんな感じで葉っぱがかなりちっちゃくなるんですよね。テラリウムとかでヤマサキカズラで検索するとめちゃめちゃでかい葉っぱが出てくるんですけど、水中用は小ぶりになります。形状としてはアヌビアス系、幅の広い葉っぱでベタがお休みしやすそうな形してますね。そしてヤマサキカズラは根がとても伸びるんですよ。めちゃめちゃ伸びるんですよ。しかも早いんですよね。これだけちょっと厄介なんですけど、今回は気にせずに作っていきましょう。こんな感じでヤマサキカズラとライフマルチとウールマットを使ってベタの生おやすみリーフを作っていきます。まずヤマサキカズラなんですけど、こんくらいのサイズにカットします。いや、サイズじゃないな。葉っぱと根っこのこの節ですかね。葉の出るところ。これが3セットぐらい残る感じでカットしたもの。これを使います。あんまり細かく切っちゃうとそのまま枯れちゃうらしいんですよね。最低でも葉っぱと根が3セットぐらいあれば OK らしいです。といっても2セットしかないな。これは2セットですね。葉と根が2セット。でもこれ順調に根が伸びてるので問題なく成長はしています。
ヤマサキカズラには注意点があります。ヤマサキカズラは里芋科の植物なんですけど、里芋科というと樹液に毒があることで結構知られています。シュウ酸カルシウムっていうのがその毒になるのかな。それが結構心配されるんですけど、ぶっちゃけアヌビアス系も里芋科だと思うので、同じようにシュウ酸カルシウム含んでると思うんですよね。水槽にアヌビアス入れて魚が死んだとかいう話は聞いたことがないので、おそらくヤマサキカズラも問題ないんじゃないかなと思います。ただ水槽に入れる前に念のため1日くらい水につけておきました。実際切り口からの樹液がいつまで出るのかっていうのは分かんないので、1日水につけたぐらいじゃどうにもならないかもしれないんですけど、水中の中でアヌビアストリミングして魚死ぬことはないので大丈夫ではないかなと思います。ただ専門的な知識を持ってるわけではないので自己責任でお願いします。さあ、ではどんな感じに組み合わせましょうかね。この葉っぱとこの葉っぱをこんな感じで組み合わせればおやすみリーフっぽくなりますかね。葉っぱと葉っぱの間にスポッと入ってレコちゃんが休んでくれる、そんなイメージでいきましょうか。ライフマルチを2つ、このウールマット、こんな感じですかね。これを巻いてここに刺す。はい、すると自立型のヤマサキカズラの誕生。ちょっと根がね力強い。切っちゃおう。こっちも大丈夫かな。1本だけ切っちゃおう。ここからまたシュウ酸カルシウムが出ちゃうんでしょうけど、こちらもぐるぐると巻いて刺す。よし、これでどうかな。うまく重なるかな。こんな感じ。こんな、よいしょ、こんな感じかな。この隙間にベタちゃんが入ってくれたらいいんですけど、ちょっとね微妙に角度が悪いね。こんな感じかな。よし、これで OK ですね。作ったおやすみリーフを入れます。ヤマサキカズラはそのまま水に入れると浮いてきちゃうんですよね。なのでこの水草ポットを使うと上手に沈めることが可能です。ちょっとさっきの形状が思い出せない。こんな感じかな。狭いな。ちょっとポットが斜めってるけど、ちょうどこの辺りおやすみリーフしてるんじゃないでしょうか。これでレコちゃんのベッド完成ですね。寝るときはこの葉っぱを自由に使ってほしい。どうした？新しいベッドで戸惑ってるのか？乗っかってくんないかな。ちょこんと乗っかれ。なんか気にはなってるのかな。なんかヒレをくっつけてる気がする。ライフマルチの方が気になるのかな。なんか探検してる。じゃあレコちゃん、最後はフレアリングでもしてお別れしますか。ほら、敵だ。いいね。立派なフレアリングだ。おー、いいねいいね。生きってるね。いいよ。逃走した。帰ってきた。帰ってきたぞ。そしてフレアリング、いいねいいね。生きってるね。なかなか闘争本能むき出しですね。というわけで今回の動画は以上です。今回はヤマサキカズラでおやすみリーフ作ってみました。ぶっちゃけ商品として売ってるプラスチック製のおやすみリーフの方が何度も洗ってメンテナンスもできるし、成長もしないので長く使えて便利かと思います。ただ実際の生の植物の上でベタちゃんが休んでくれる姿は見ていて微笑ましいというか、やっぱりナチュラルな感じがしていいですね。今日からはこのベッドでゆっくり休んでもらえればと思います。すぐいなくなっちゃう。というわけで今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。